自分はクイックターンストラクチャーっていうモチーフを10年15年近くずっと描き続けていて、それはニューヨークの、エアロゾルライティング、一般的にはグラフィティっていう言い方の方が知られていますけど、そのエアロゾルライティングの文化から出てきた、視覚言語ビジュアルランゲージを自分なりに再解釈して、抽象的な形に再構成したものをクイックターンストラクチャーって呼んでいて、それをいろんなメディアを横断する形で書き続けているっていうのが、自分の制作の一番芯になる部分がそういった形になります。そうですね、自分が2000年代の前半に高校生大学生ぐらいで当時やっぱりその日本におけるストリートファッションとか、東京だと裏原宿の文化とかそういったもののやっぱり全盛期で、自分の周りにもそういうスケボーやったりとか、ブレイクダンスやったりとかそういうことをやってる同級生が結構いたっていう中で、自分はそのアートというか絵に興味があったので、エアロゾルライティングっていうところに興味を持っていったんですけど、実際にそのストリートで描くっていうことも、そういうことにも興味はあったんだけど、どちらかというとその絵の部分というかビジュアルの部分に関心があったので、それをこう自分の立場なりに吸収して、再解釈して、自分独自の表現に時間をかけながら築き上げていったっていう、そういう流れだったかなと思いますね。この作品は実は2段階のプロセスで作られていて、主には背景とその前景に載っている今言ったクイックターンストラクチャーっていう形が前景に載っているんですけど、背景の部分っていうのは最初、ニューヨークでグループ展に参加した時にイベントでパフォーマンスを行ったんですね。ライブペインティングのそのパフォーマンスとして最初描いたキャンバス、2枚組のキャンバスのうちの1枚なんですね。パフォーマンスの時は今こう縦長の状態ですけど、こう横長の状態で同じサイズのキャンバスを2枚並べて、すごくこう横に長いキャンバスでライブペインティングして、なので実はよく見ていただくと背景の部分がこうインクが垂れてるんですけど、こっち方向にこういうふうにザーって垂れているっていう。でこれは一番最初はこれが90度回転した状態で描いていたので、その垂れが今この状態で見るとこう横にこう垂れてるような状況になっている。でそれをスタジオに持って帰ってきて、さらにこう背景に、90度回転した状態で背景にさらにまず加筆して、その時のインクの垂れっていうのはこの今こっち方向に縦に流れているものなんですね。っていう形で背景をまず作って、その後紙にクイックターンストラクチャーのドローイングを描いたものをプロジェクターで投影して、それをエアブラシでなぞるっていう形で、一番手前にクイックターンストラクチャーが載っているっていう、構成の作品です。で、クイックターンストラクチャーの描き方にもいくつかあるんですけど、これはスケルトン状態というか、細いラインだけを描いて、その中の部分は塗らずにシースルーでこう背後の背景がそのまま見えてくる状態なので、クイックターンと背景っていうのがこう半ば重なるようにしながら、空間に重層性が生まれるという、そういう絵画空間の構成になっている作品、この作品に限っては実はある程度そういうイメージが初めからあって、というのも、このその最終的に出来上がった作品を出す展覧会っていうのも決まってたんですね。なので、ライブペインティングで描いたものをスタジオで持ってってさらに書き加えて、それをその次の展示に出すっていうところまで割と初めからこうもう段取りを考えてたので、そういう意味ではある程度そういうもう見えていたという、ただ普段は実はそういうやり方はあまりしないので、そういう意味では結構例外的な作品かなと。そうですね、そのライブペインティングで描いたものをスタジオに持って帰ってきて作品化するっていうことはたまにあるんですけど、割とそのなんていうのかな、そのつもりでやることはあんまりないというか、ライブっていうのはやっぱりそのパフォーマンスなので、絵としての完成度とはまた別のところでパフォーマンスとしての完成度とか、強度みたいなものを考えてやる。そうすると結果的にキャンバスは残るんですけど、それはじゃあそのまま絵になるかっていうと、やっぱり絵としてはまだ終わってない状態なので、一回そこで切り離してまたスタジオで考え直すというか、もう一度その作品に向き合うっていうのが普段のプロセスなんですけど、これはさっきも言ったように比較的その初めから全部段取っていたっていう感じになりますね。基本的に自分の場合は最初に話したクイックターンストラクチャーっていうモチーフを
がもう本当に一つの軸としてずっとあって、でそれをどう描くかっていう、どういう条件の下で描くかっていう、そこの外部条件みたいなのはもうその都度変数として変わっていくものなので、例えば一番分かりやすいのはキャンバスのサイズであったり、そういう物理的な条件ですけど、例えば壁画として描く場合は、作業できる時間、一つの例を挙げれば外で描くときにその街灯がないと自然光で描かなきゃいけない。そうするともう太陽が昇ってから沈むまでっていうその時間帯でしか作業できないっていうことがあったりして、それはなんかその決まった時間の中でどこまでで、日数も決まってるっていう中でどこまで書くかとか、そういういろんな実は制作における物理的概念的条件っていうのがあって、その中でクイックトランストラクチャーっていう形の広がりとか、その自律的な構造っていうのはその外部条件とどう噛み合うか、その中でどうその都度一回性の形が生まれてくるかっていう、それ自体が僕っていうアーティストが社会とか世界とか他のアーティストとかと対話しながら自分が活動していくっていうこととある種パラレルになっていて、そういう意味ですごく自分にとって世界と対話するためのメディウムというかモチーフとしてこのクイックトランストラクチャーがあるっていう、そういう感覚です。自分の場合はやっぱりアメリカをずっと拠点にして8年9年ぐらいやっていて、で、去年から東京にもスタジオを作って、たまたま東京にいる時に非常事態宣言になってアメリカに戻るタイミングをちょっと逃してしまい、ただ展示とか仕事の予定が詰まってたので、制作をしなきゃいけないという状況でも東京にスタジオをこの機会に作ろうっていうなって、そこから結局今東京とニューヨークの2つのスタジオ、がある状態なので、それを徐々にコロナがまた収束していくにつれ2拠点を行ったり来たりしながら制作活動を続けていこうっていうふうに今考えていて、そういう意味ではある種コロナの状況で自分のそういう制作とかライフスタイルが変化したっていうのは一つあるかなと思います。自分はもともと東京出身で東京で美大に行ったりもして日本の美術のシーンについてももちろん分かっているんですけど、でニューヨークに行ってやっぱり同じアートシーンとは全然違かったり、何がどういう部分がどう評価されるのかとかアーティストが何を考えているのかっていうのもやっぱり同じではないしっていう中で両方のから学ぶこともあるし、それを自分なりに消化して自分の表現に落とし込んでいくっていうで、それが生活するっていうことともやっぱり結びついていて、今僕が日本にいた、学校に行ったり卒業したのが大体2000年10年ぐらいまでなんで、そこから2010年代っていうのは大体アメリカにいて、今またこれから2020年代始まる中で日本もやっぱり僕が知ってた10年前と去年帰ってきてから全然変わったなって思うし、そういう中でまた日本で生活することとアメリカで生活することの、共通点と違いみたいなものを常に感じながら、それも作品とか活動に反映されていくんだろうなっていうふうに考えています。世界がリモート化していく中で、美術館も開けられないことも増えていますし、そのフィジカルな実物としての作品を見るっていう鑑賞の形と、それをバーチャルに見るとか、リモートで見るっていう鑑賞の形っていうのがやっぱり混在していくことになる気がするんですね。で、僕はすごく物質としての、絵画っていうことだったり、物体を作っているフィジカルな作業っていうことはすごく大事にしてるし、切り離せないので完全にそういうものがバーチャルなものに置き換わっていくとは思っていないんですけど、でもやっぱりバーチャルな経験っていうことがあるリアリティを強めていくっていうのも事実だと思うし、その中でもう一度絵画ともしくはビジュアルアートを作るっていうことはちゃんと考えていきたいなと思って